こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画はちょっとマイナーなドラム音源をたくさん紹介していこうかなと思っています。で、何をもってしてマイナーかというと、いわゆる日本の代理店がついていない英語のサイトじゃないと購入できないドラム音源の中から選びました。ですので、ものによってはもう知ってるよというのも出てくるかもしれませんが、ドラム音源好きの自分としてはいろんな音源の情報を皆さんと共有できたらいいなと思っております。まず今回紹介する音源は4つです。1つ目はミックスウェーブの Avenged Sevenfold のブルークス・ワッカーマンという方のドラム音源。2つ目はカウンターキットというドラム音源。3つ目は GGD の P4 キット。そして4つ目は RS ドラムスの The Fairview キットという4つを紹介していきます。さてまずはミックスウェーブの Avenged Sevenfold のドラム音源です。打ち込みを再生して音を聞いてみましょう。はい、こんな感じの音源になってます。で、今回紹介するドラム音源全部に共通することは、あらかじめ音がかなり作り込まれている音源ですので、初心者の方でも最初からこういった激しいサウンドを出すことができます。現にこのキットは本当に立ち上げたそのままの状態で、ミディの配列だけ調整して鳴らしています。で、まずこの音源のすごいいいなと思ったところは、スネアがかっこいいですよね。リバーブがしっかり余韻を感じさせるような。スネアがすごい気持ちいいですね。で、他にもスネアのモデルはいくつかあるのですが、全部このリリースがすごい気持ちいい感じです。で、あとは、シンバルも結構たくさんあります。重ねシンバルもありますし、チャイナ、そして穴あきシンバル。で、ライドもこっちにもありますね。2種類。で、クラッシュ。で、ハットも2個。そして、オクタバン、キャノンタム的なタムですね、もありますし、通常のタムもラックが3つとフロアが2つ。いわゆるこういったお手軽音源系としてはかなりパーツ数が多い方かなと思いました。で、ミキサーの方ですが、これも割と分かりやすいインターフェースをしているなと思います。いわゆる一般的なフェーダーで、この下の方の感覚でアウト先を決められるので、マルチアウトして自分の任意のプラグインをかけてミックスしたりとかも簡単にできそうです。で、各フェーダーを選ぶとここにオプションがいくつか出てくるのですが、これはフェーダーによって変わっているのですが、例えばスネアだと、ボトム、トップとあるので、ボトムのマイクを上げたり下げたり個別にできます。で、これはどういう時に必要になるかというと、スネアのザラッとした余韻を長めに聞かせたい時とか、荒々しいサウンドを聞かせたい時とか、そういう時はボトムを上げてあげたりとかすると、ガサーっていう音が大きめに聞かせたりできます。逆にここがガサガサしてうるさいなという場合は下げ目にしたらすっきりしたサウンドになります。0にするとこんな感じですね。で、こちらのフェーダーでオーバーヘッド、ルームへのかぶりを調整することもできます。そしてリバーブとかもついてますね。これらをオンにするとこういった余韻の長いリバーブをかけることもできます。そしてもう一つ注目したいのは、プリセットでこのアンミックストっていうのを選ぶと、ミックスを外した素の状態のサウンドを出すことができます。これが先ほどのバキバキサウンドの元となっているので、例えばバキバキすぎてもうちょっと控えめにしたいなとか、トップのオーバーヘッドは自分でコンプ感とか EQ を決めたいなっていう時は、このミックスボタンをオフにすることで今のようなエフェクトのかかってない音を出すことができます。これ系のお手軽音源だともう決まった音、作られた音しか出せないっていうデメリットがあったりするんですが、そこら辺は上級者の方でも結構
楽しめる音源なんじゃないかなと思いました。個人的にはまだ買ったばかりで実践投入はしていないのですが、是非ともガンガン使っていきたくなるような感じの音源でした。はい、続きましてはカウンターキットという音源です。こちらもドラムだけとオギャリと切り替えて聴いていきましょう。はい、こちらのキットは結構パーツ数は少なく、サウンド的にはメタルコアとかちょっとジェントジックなジャンルとかに合うのかなと思いました。クラシックロック、クラシックなメタルだとちょっとドラムサウンドがモダンすぎるかもしれません。ただこういった弾けるようなスネアの音だったりクリスピーな音ですね、タムがすごいいいなと思いました。なかなかこういった胴もしっかり鳴ってなおかつバチッとなるようなタムの音に作るのって結構難しくて、これが非常に気持ちいいですね。でデメリットの方としてはやはりパーツ数が少ないので、例えばタム回しとかでもちょっともう一個ぐらい欲しいなと思ったりとか、もう一個ぐらい高いのとか欲しくなったりとかするんですが、ここが少ないというのと、あとはシンバルもですね、フラッシュだったり重ねシンバルとかあったらなお良かったのですが、その辺りは入っていません。そしてミキサー画面ですが、先ほどの音源とは違ってアウト先がちょっと任意で選べないっぽくて、このマルチアウトっていうのをポチッと押すと自動的にあらかじめ決められたアウトに振り分けられるのですが、人によって1、2はキックにしたいとか、そういう自分なりにやりやすい順番とかあったりすると思うんですが、そのあたりはちょっと任意には決められないっぽいですね。一応マニュアルとかも読んでいるのですが、もしかしたらなんか見落としてやり方あるのかもしれませんが、自分の中ではそこがちょっとわからなかったところです。でスネアに関してはトップとボトムのように分かれてないのですが、ここで決められますね。これでボトム上げたり下げたりと聞いてみましょう。はい、変えられるようです。そんなに大きく変わる感じでもなかったですが、であとはキックに関しても、すごい鋭く突き刺してくるようなサウンドは気持ちいいのですが、その反面ちょっとローが弱いかなと思ったので、キックのアウトのマイクをちょっと上げてみましょうか。ここら辺を調節するとちょっとローも足せるかなと思いました。若干僕が欲しい感じの帯域ではなかったんですが、一応変更はできます。そしてあとリバーブ関係とかちょっと非常によく分かりづらくて、ここで細かく設定変えたくなるような感じではないかなって思っちゃってます。でドラム全体にバスコンプだったり EQ サチュレーションとかもあるんですが、ちょっと分かりづらい感じですよね。でしかもここでオンオフできるんですが、ちょっと聞きながら、今は結構アクティブになってますが、どんどんオフにしていきましょう。はい、これで全部オフなんですが、基本的に先ほどの音源と違ってめちゃめちゃドライな音になるっていうことはないようです。そんなに変わった感じがしないですけどね。あとかぶりとかもここで変えられるようですね。でミディのグループとかもついていますという感じで、ちょっとデメリット多めにいっちゃったんですが、サウンドはめちゃめちゃいいと思ってます。で、僕自身これ結構実践でもう10曲以上使ったことがあるというところで、ちょっとあらが見えてしまったという感じでしたが、それだけ使ってるだけあってサクッとかっこいい音を鳴らすには非常にいいドラム音源だと思っています。はい、続きましては GGD の P4 キットです。GGD の製品に関してはこのチャンネルではかなり初期の段階から、僕がこれをプロデュースしているノリーさんのペリフェリー
もともとベース弾いてた方ですね。彼がサウンドプロデュース、ミックスとかもやっているので、レコーディングとかも。彼がプロデュースするドラム音源のメーカーになります。そしてこの音源はその名の通りペリフェリーの4枚目のアルバムで使用したドラムキットをそのままサンプリングしたという音源になっています。で、今のところ、P5 も出ているようですね。この辺りは僕はまだチェックできていないのですが、その他 GGD は、One Kit Wonder というもうちょっと価格も抑えめでお手軽な音源というのも出ているようです。では音聞いてみましょう。はい、こんな感じです。今までの2つに比べるとちょっと物足りなさを感じるかもしれませんね。ですのでこれをこのまま使うというよりかはマルチアウトして、ミックスするという使い方になるかなと思っています。その点おそらくワンキットワンダーシリーズはもうちょっとバキバキの音に作られているような気がします。ですので今までの2つはどっちかというとそういった方向性なので、この P4 と若干方向性目的が違うのかなとも思います。でこの音源の一番のメリットは何よりも、ペリフェリのアルバムという実際に使われたドラムが収録されているという点ですね。ですので理論上はあのアルバムのサウンドに非常に近い音に作ることができるのではないかと思っています。とはいえなかなか同じにはならないんですが、パーツの数はそれなりに多くてタムは2個まで増やせますし、フロアも2個、そして重ねシンバルとかもあるし、ちっちゃい重ねもあって、スプラッシュとか。はい、シンバル系も結構多いですね。こうやってクリックで鳴らしてる時点でも結構優しい音に聞こえてしまってるので、もうちょっとコンプかけたりとか、ドライブさせてあげるといい感じになるのかなと思っています。でその反面スネアとかは結構パキッとした音になっています。ちょっとタムは緩さがありますね。ですので全部が全部生々しい音というかはある程度は作りやすく下ごしらえはしてある状態なのかなと思っています。で操作性の方がちょっとこれも分かりづらいかなと思っちゃいましたね。例えばキックに関してはキックを押すと、キックでオーバーヘッド、多分オーバーヘッドに入るキックのボリューム、ルームに入るボリュームみたいなことですね。でスネアでタムとかあってシンバルっていうのがあるんですね。シンバルも個別に上げ下げできるけどオーバーヘッドにどのくらい送るか、これが結構厄介というか、プリセット選ぶんであれば何ら問題ないんですが、本来生録音する時ってスネアの音がどれだけオーバーヘッドにかぶるかっていうのは個別にコントロールっていうのはできないわけで、上級者にはありがたいかもしれないけど、ちょっとどのくらい送るかっていうのが、例えば0がデフォルト値だったらまだいいんですが、みんなバラバラにデフォルトのプリセットになってるんで、これは結構分かりづらいですね。そういった理由もあって自分はなかなかこの音源を実践で使う回数はちょっと少なかったかなと思っています。ただ僕自身はノリーさんのミックスのノウハウとか非常に気になって追いかけていましたので、彼のレコーディングの思想を知る、哲学を知るようなアイテムだと思ってこの音源を使ってました。で最後にご紹介するのは RS ドラムス The Fairview Kit というドラム音源で、こちらはまだ僕は買ってはいないのですが、アナップ・サストゥリーさんという、ジェント系の音楽が好きな方は見たことがあると思うんですが、彼が叩いているドラム音源になります。で彼の動画とかでも分かる通りかなりのバキバキサウンドですので、この音源でもそれが収録されているようです。ちょっとサンプルとか聞いてみましょう。
はい、という感じで、もう冒頭のスネアの感じからしてかなりかっこいいサウンドなのは期待できますよね。で、見た感じのレビューになってしまうんですが、タムの数は結構多いですね。そして左にもフロアタムがあります。そしてスプラッシュ系だったり、チャイナ系もある程度数があるようです。で、その反面、ミキサー画面とかがちょっと癖がありそうな気がしましたね。アウトはここで設定できそうですね。で、チューニングも変えられる。で、パンがついてて、リバーブの鮮度。パッと見はちょっと前の時代の感じのインターフェースですが、これがフェーダーで、普通のミキサーみたいな感じですね。パッと見ほど悪くはないかもしれません。アタックとかリリースとかも変えられるみたいですね。ちょっとどうしてもこのインターフェースの見た目が僕はあんまり好きになれそうになかったんで、これが買ってない理由なのですが、サウンドとしては結構バキバキなサウンドが期待できそうですので、もし使ってるよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントなどで感想を教えていただけたらと思います。というわけで以上がマイナーだけどかっこいいドラム音源の紹介でした。皆様はいくつ知っている音源がありましたでしょうか？気に入った音源があったらぜひともチェックしてみてください。このチャンネルではこういった音楽機材の紹介だったりとかソフトのレビューなんかをしておりますので、よろしければチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。